也と中間淳太のレコメン。文化放送からお送りしてますレコメン。さあここからですね、オンライン飲みの話も出てくるということでね、永瀬廉君のレディオガーデンなんですが、わかりました、せっかくなんでね、オンライン飲み会あるあるいきましょうか。映像が、止まったギャグやりがち。あるよあるよ、パオン。キングプリンス永瀬廉のレディオガーデン。こんばんは、キングプリンスの永瀬廉です。さあ、お住まいの地域によって非常事態宣言が解除されましたが、今ね、僕この収録している段階では、首都圏は引き続き外宿自粛要請が出ております。まあ、永瀬廉も引き続き家の中で過ごす時間がね、非常にとてもそれは長いもので、なんだろうな、俺の生活は主婦ですね。料理をしない主婦というか、掃除して、あと家のことをやり終わったら、音楽かけながら、しばらく天井を見つめるっていう時間が続いてるんですけど、なんか、別に病んでるとかじゃないのよ。もうすることなさすぎて、ちょっと楽な体勢が若干上向きなの、家の中で俺。ソファーに寝転がってっていう感じだから、自然と音楽聴きながら、鼻歌で歌いながら天井を見つめてます、僕は。マジそんな感じの日々が続いてて。早くね、収束して、今俺さ、焼肉が食べたいのよ、もう。めちゃめちゃ。いや、なんか、たまにお仕事の時にお弁当とかでもらうねんけど、焼肉弁当。違うのよね。自分で焼きたいというか、目の前で焼いたやつを食べたいっていう欲がもうすごくて、焼肉の夢見てん、俺その時友達が出てきて、知らん人がおったのね。知らん人と3人でずっと食ってて仲良さそうに。未だにわからん、その知らん人が。誰なんやろうと思って。もうやばいね、焼肉食べたい欲が。でもね、友達とね、いやもう約束もしちゃってるわけやから、焼肉行こうなっていう。早く行きたい。もう夢見るぐらいですからね。あとお寿司かな。寿司と焼肉やな。圧倒的に。そんな感じですかね。まあでも本来なら、昨日明治ユナイト発売される予定でしたけど、またね、延期になりまして、6月10日になりました。もう少々お待ちください。ということで、それでは今夜もレディオガーデン始めていきましょう。文化放送からあなたにお届け、キングプリンス永瀬廉のレディオガーデン。今週の報告事件簿。永瀬廉そしてキングプリンスの周りで起きた事件を見出し風に紹介し、それについて話していくトーク企画です。まず最初の見出しはこちら。永瀬廉オンライン飲み会始めるということで、オンライン飲み会をするようになりまして、そのきっかけが、夜中に大悟から電話かかってきて、今からオンライン飲み会するけどするみたいな。時間あるみたいな。最初絶対面白くないやんと思ってて、オンライン飲み会。ただ単に会って喋りたくなるだけやんと思ってたから、時間あったし、いいかと思って、参加してみたの。めっちゃおもろくて。わからんけど、家で飲んでるからさ、なんて言うやろ。何も警戒することないというか、すぐ寝れるからさ。安心して飲めるっていうのもあるし、何よりその時は大悟と正門と3人で、途中から大倉くんが来て、はい、関ジャニ∞の、で、だからずっとその日は4人で飲んでて、あと、やったメンバーで言うと、俺と大悟と正門と和也バージョンもあったり、俺と大悟と正門パターンもあったり、あと他の人で言うと、普通の一般の友達と、北村匠海くんと2人でオンライン飲み会したり、2人で、差し飲みオンラインで。で、あとは、弱虫ペダルのメンバーと何人かでやりましたね。結構やってるね、そう考えたら。ナポリタン会はね、まずそもそもナポリタン会っていうのは、俺と大悟と正門と和也で
飲み会することをナポリタン会って言うねんけど、多分ね、由来が、俺と大悟とまさかの3人飲みの時があって、俺その時に、ナポリタン食ってたのよ。深夜2、3時ぐらいにナポリタン食ってて、そう、ど深夜にナポリタン食ってて、で、また食べようかってなって、めっちゃうまいでって話になって、いや、絶対お前ら食った方がいいって俺が言って、で、俺はコンビニで買うけど、自分ら作れって言って俺、作って食べてみって言って、で、わかった、じゃあ次食べてくるわって、作って食べるわっていうことで、そっからナポリタン会ってなったんだよ。で、いざその風もメンバー含め、増員して4人で食べるときに、誰一人ナポリタン食ってなかった。俺さえも。そう。だから、ナポリタン会って言うけど、ナポリタンに関すること何もしてない。その時だけやったね。最初だけでしたね。っていうのがナポリタン会の由来かな、多分。でもやっぱ深夜に食べる食べ物って美味しいよね。そう、太らんのよね、俺。なんかね、違う俺。ちょっと待って。また、皆さんのこと敵に回すかもしらんねんけど、さっき謝っとく、ごめん。で、それ、なんでかっていうと、俺この自粛期間中、痩せたのよ。また痩せて、2、3キロ。やばいよね。マジでやばいと思う。動いてないしさ、もちろん。家の中おるわけやから。そんな俺、激しく掃除してたかなと思って。それも考えづらいの、やっぱ原因として。で、1日2食は食べてんの、ちゃんと。最低でも。昼、夜。で、大体起きるの昼過ぎやから。でも2食ってのはもう仕事してる時も2食やったから、食生活は変わらんわけで、なんならそういうオンライン飲み会とかしてる時は深夜も食べてるのに、痩せて思ったから、ごめんな、マジで。じゃあわざとちゃうん、俺痩せたくてね、そうしてるわけじゃないから、悪気はない痩せなのよ、これ。すいません、ほんと。事件だな、これも。さあ、続いての見出しいきましょう。次の見出しはこちら。早朝の電話。ということで、ですね、これある先輩から電話がかかってきまして、その人物はジャニーズ WEST の小滝望くんなんですけど、もともとのんちゃんとは、もう3、4年ぐらい前からもうずっと関西ジュニアの頃からすげえ可愛がってもらってて、で、高校も一緒ですし、高校の先輩ですし、でものんちゃんの家にも行ったことあるし、2人でもご飯行ったことあるしって結構長くさせてもうてて、で、そんな先輩のんちゃんから朝のね、4時半よ。朝4時半に電話かかってきて、もう起きてたから、もしもーしって、そう、起きてたから俺、電話出て、何してんのって言われて、寝ようかなと思ってたところって答えて、今度さ、落ち着いたら、ご飯行こうや、みたいな。マジって言って、嬉しい、行きたいって言って。で、じゃあ何食いたいか決めといてなーって、ブチって切られて。いや、朝じゃなくてよかったんやと思って俺。いや、朝4時半の会話ちゃうやんと思ったけど、でものんちゃんってあれなのよ。なんでかわからんけど、いつも俺に電話かけてくるときって、めちゃめちゃちょっと機嫌悪いのよ。そう。だからその4時半の時の電話も、案の定ちょっと半切れで、今何してんのみたいな。今何してんのみたいな。じゃあ落ち着いたら、ご飯行くぞ、みたいな。なんかした俺みたいな。ちょっとビビる。毎回のんちゃんから電話かかってくると。そう、あと、後日ね、またその時間帯に電話かかってきて、俺その時寝てたから出られんかったけど、ごめん、寝てたって送ったら無視ですよ。マジ怖い。マジ怖いわ。でもほんまに優しいから、のんちゃんは。ずっと可愛がってくれてるからね。大好きな先輩の一人です。ただその4時半にかかってくる電話内容じゃなかったね。まあ嬉しいです、声かけてもらえて。じゃあまた多分、ね、のんちゃんちかどっか多分行くと思うんで、報告じゃあさせてもらおうかな。ということで以上今週の報告事件簿のコーナーでした。それではここで一曲お送りします。キング&プリンスでゴールデンはどうぞ。奇跡が咲いて新しい朝が
ンス長瀬廉のレディオガーデン。文化放送からお送りします。キング&プリンス長瀬廉のレディオガーデン。リスナーの皆さんから届いた初メールを紹介していきましょう。福岡県はあやめさんからいただきました。こんばんは。毎週とても楽しくラジオを聞かせていただいています。レン君、2020年上半期国宝級イケメンランキング1位おめでとうございます。顔面国宝のレン君が1位は納得しかありませんが、紹介に書かれていたように、全角度国宝級は間違いないなと思います。いつ見てもどの角度からも見てもイケメンなの、本当に真の顔面国宝だなと思います。これからもその美しい横を見させてください。本当におめでとうございます。あ、そうなんだよ。私、上半期国宝級イケメンランキング1位獲得させていただきました。ありがとうございます。ありがたい話ですよ、本当に。なんて言うんやろね。言葉にするのすげえ難しいねんけど、なんか、ちょっと照れもあるしね。なんか、俺いつもさ、言うのよ。雑誌とかで。俺顔いいんで、みたいな。全然キャラでしか言うてないからさ、いざこういうの選ばれると緊張しちゃうっていう可愛いやつなんですよ、僕は。そう。自分で言うねんけど、でもマジでありがたい、これ。ファンの人がさ、プレゼントしてくれたものやから、これは。なんかお礼とかしてんねんけどな、どうしようかなって思うよね。だからさ、ブログでも感謝の気持ち載せてたの、俺。ありがとうねっていうことブログでも書いてんけど、俺その時なんか俺しようかなと思って、自撮りの写真をあげようかなと思ったけど、自撮りの写真がないから、何もあげんかった。別の形でね、お祝いしたいねんけど、お祝いじゃない、お礼とかしたいねんけどね。でもマジでありがとうみんな。僕の力じゃないから、これに関してはこの賞をいただけたっていうことはね。ありがとうございます。雑誌ビビさんにね、インタビューもちょっと載せていただいてるので、チェックしていただけたらなって思います。ちょっとね、どうせならね、2020年下半期も行きたいなって気持ちは、実はあります、私にも。まあ、よろしくお願いします、皆様。気が向いたらね。マジでありがとうございます。大阪はウータンさんからいただきました。この度は国宝級イケメンランキング第1位おめでとうございます。翔くんに引き続き、キング&プリンスには国宝級イケメンが2人もいるなんてとんでもないグループですね。ぜひ1位になった気持ちをお聞かせください。そしてその顔で今まで得したことなどがあればお聞かせください。そう、賞もなってて、連覇してるからね。確かにいろんな人から反応来た、これ。顔面おめでとうみたいな感じでも来たし。いや、略しすぎやろと思って。顔面おめでとうって来たり、あと、このお顔で今まで得したことでしょ。ご近所さんめっちゃ可愛がられる。ちっちゃい頃から。子供の頃からなんか、俺のピークがまず5歳の可愛さのね。で、そっから、1年生、2年生、3年生、4年生、5年生ってどんどん成長してって、ちょっと、5、6年で落ちてきて、ピークが。髪型をアシンメトリーとかしてもうて、で、顔が、なんていうんやろな、若干オタマジャクシっぽい時期があったの、俺。中1ぐらいかな。で、中3ぐらいから持ち倒してきて、俺の顔面。だから結構人生かけて波あるの、俺の顔面はね。ただ俺の中での一番の可愛さのピークは 5歳ぐらいかな。あ、違う、俺のピークは、1、2歳や。いや、俺その時めっちゃ可愛い写真があって、俺多分何かの雑誌で出してんけど、プールに入ってんの、俺。で、ゼブラ柄なの。シマウマ柄の水着を着てて、それの帽子、スイミング帽子、それの小学生の時とか、女の子が着るような、すく水あるやん。すく水みたいなのが着てたのね。その時の俺が一番可愛かったね。で、5歳で、キープできんくて2歳の可愛さをちょっと落ちてんねんけど。で、中1でガーンと落ちて、中3でバーンって盛り返すっていうのが俺の人生の顔面かな。顔面遍歴って感じかな、俺の。だから、俺の中のどん底は中1、中2ぐらいかな。髪型も血迷ってたし、足目にしたり、つららみたいな前髪にしてみたり、シースルーみたいな感じの髪型したりとかしてたから、あの時ちょっとさまよってたね。あの時の俺は。
ちっちゃい頃にそういう可愛がってもらえたっていうのは得したことかな。俺の反面のみたいな感じです。改めて本当ね、ビビ高校級イケメンランキング第1位ありがとうございました。これからも応援よろしくでございます。さあ、質問や感想を伝えたいことなど質問や感想を伝えたいことなどどんなことでもいいので番組宛てにメッセージを送ってください。宛先はエンディングで紹介します。キング&プリンス永瀬廉のレディオガーデン。ここで僕、永瀬廉からのお知らせです。キング&プリンスのニューシングル、メイジーナイトが6月10日にリリースされます。ドラマ、未満警察ミッドナイトランナーのダブル主題歌です。ぜひチェックしてください。そして永瀬廉が主演を務める映画、ユームシペダルが8月14日に全国公開されます。よろしくお願いします。恒例の雑学メール、紹介します。東京都は、オリスさんからいただきました。人は1日の中で計測する時間によって身長が違くなることをご存知ですか？マジか。なんと朝と夜では身長が2センチも差が出ることがあるらしいです。寝ている時と比べ日中活動していると重力によって骨と骨の間隔が縮まっていくため、朝と夜で身長の違いが出ると言います。よろしければまた今度挑戦してみてください。マジか。でも2センチって結構でかいよ。じゃあさ、俺、この自粛期間5センチぐらい高なってんで、多分。立ってないから、私、ほとんど。立ってない。掃除がね、もう基本ソファーおるから、重力は上半身は感じてるわけやから、下半身感じてないの。足長くなってるわ、じゃあ多分俺。絶対。七尾さんみたいになっちゃう、俺、足。やばいやばい。えらいこっちゃで。175、6、7の人って、みんな180欲しいと思ってる。大倉くんの身長がマジで羨ましいのよ。志尊淳くんとか。会うときに、うわぁ、こんぐらい欲しいなって思う、いつも。あと4センチか。ありがとうございます、雑学。さあ、ということでお相手はキング&プリンスの永瀬廉でした。それではまた来週、バイバイクイーン。